照明さん、すみません。ライトを見ていただいて。ちょっと首置きのやっちゃって。わかんない。あくびしたらビクってなってぎっくり首みたいに。そうじゃないですか。はい。首動かないんで。それでよければ。指示してもらう。はい。ありがとうございます。髪染めたんですか。髪切った。切ったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。先生と同じやるしかないですね。演技やるときとまた違うね。うんちこで。あ、それ持ってきたんだ。はい、いいじゃん。どこに置くの？ここ。ああ。いいね。やっぱさ、なんか会場広いからいいね。いいですよね。白い、全部白だしね。綺麗だから。モダンな感じで。ね。誰書いてるこれ？これカンタ君じゃないですか。カンタって書いてある。カンタ書いてある。覚えてる。うまいじゃない。字上手ですよ。へえ。腰を気をつけて。はい、指を気をつけて。はい、了解です。せーの。はい、はい、押します。はい、はい。あ、じゃあ、いらない。出てないですよ。あ、まあでもいい。身は最後しない。いや、一応持ってきた。身を足すの？あ、ダメですよ。身ついてるじゃん。大丈夫。これはもうついてます。本物です。1個じゃ寂しいってこと？今2個ですよ。ああ、もう1個ぐらいこの辺欲しいね。ちなみにありますね。こんなに？照明をみんなで組みました。すごいね、雰囲気あるね。雰囲気ありますね、すごい。はい。いやいや、
もう監督のあ、ライティング監督。我々照明チームお照明チームが疲れ様でした。お疲れ様でした。わかりました。頑張った。結構ね、いいですね。いいです。照明ってやっぱ大事ですね。うん。はい。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。そうです。もう搬入が無事終わりまして、設営も完璧ということでプレーオープンになりました。本当に中にいるのは当人の関係者だけなので、まあ今生徒さんはもうプライベートで見てるような状況ですけど、ざっとちょっと案内をしたいなと思います。まずここが、まあ、お出迎えというか、ゾーンになってまして、当順ですよって分かります。当順ですよって、確かに、まあ、大宮の歴史からみたいな説明をまず入れているのと、まあ、当順の説明と以前動画にした心拍ですね。今店主の浜野が一番好きな木でして、これをしっかりお出迎えとして飾ってます。で、来ていた方にはちょっと盆栽の鑑賞をするにあたってっていうこういうチラシを持っていただいて、これ読んでいただきながらちょっと見ていただきたいなというふうに思ってます。これもうちのロゴなんですけど、ロゴというか家紋というか、今はこれをデータ化して使ってます。これもともと陶器なんですよ、お皿というか陶器なんですよ、これをしっかり飾ることによって、お出迎えという形を作ってます。でざーっと見ていくと左回りの順路、時計回りなんですけど、最初にうちの生徒さんの中でもやっぱり大きいものをやってる方、ちっちゃい方それぞれなんですよね。なので今回は、初めて盆栽出す方にもちょっと出しやすいように、少し幅を小さく90で抑えてですね、90センチの席っていう形で展示してます。どうしても従来の大きさだとなかなか木が集まらなかったりとか、ちょっとなんでしょう、ちょっと敷居が高くて出すに出せないって方もいらっしゃったので、ちょっとこういう感じで、小さい席でも出せるようにっていうふうに工夫してます。段差がいいですね。いいですよね。ちょうど下、ちょうどこの台を使う形でこうなってしまったんですけど、逆に僕は味が出たかなと思いますし、あとは白い台でそのまま毛線も何もせずに展示したので、ちょっとモダンな感じに仕上がったかなと思ってます。はい。こういう形で、私の盆栽についてっていう紙を、一人一人書いてもらってですね、この木がどういう意図で作業をして現在ここに至るかっていうのを書いてもらってます。人によっては絵を使って描いていただいたりとか、写真を用いたりとか、もうそれぞれですので、そういう個性的なのもこの紙から伝わってきますね。ここにですね3点今並んでいるのが、これも仮も一応浜野として出しております。真ん中が私の木、左が高木さんの仕事した木、この3点を今ちょっと飾ってます。東樹園の木ってことですね、ここは。やっぱりどうしても生徒さんだと、うちの生徒さん中品が多かったりするので、ちょっと迫力を出すために大きいのをわざと飾っている状態ですね。写真もいいですね。これうちの木ではないんですけど。あ、そうなんだ。これどこ用に作ったの？リッツのシェフが撮ってくれたんです。サンドロさんって方が自前のカメラで、写真を撮ってくださって、その時に、僕の写真も撮ってくれたんですけど、こういう写真を撮ってくれて、それをこの大きさに引き伸ばしたのをそのままいただいてですね。あ、もらったの？はい。これボンビの岩尾って木なんですけど、淡路の木なので、このすごい相当解像度のいいカメラですね。年輪の感じで皮の感じが出てるので、ただどっちかというと撮り方があんま僕らの発想にない撮り方で、部分的で見せたいとこ見せて、すごい面白いなと思って、じゃあ今回展示してみようと思って展示しました。これはちょっと
なんていうの、出しゃばりすぎこれ出しゃばりすぎでしょ。これしまってます。あ、そうですか。こういうのもあると。ないです。ないと。これは展示しない。展示しないですよ。なんで持ってきた。いやいや一緒に入れてたから。ああ、言えば出します。絵を出します。どっか飾っとこうよ。僕の展示の後ろとかどうですか。そこに展示。これいいじゃないですか。裏から今回ですね、特別出品ということで盆栽 Q さんの方に展示していただいております。じゃあちょっと解説の方よろしくお願いいたします。こちら磯山椒動画でやりました、に自然感を出したいので、普通に置くよりはこういうのあった方がいいかなということで、自然感を流木を置いたり、石があったり草があったり、幽霊がここにいたり、こっちにはリスかな、でここの辺になんか驚いてる人いたりと、この中で世界観を出すような展示の仕方にしました、はい。でこっちも、要は自分の作った鉢でうん。こういう景色、ここに景色を作っていこうかなっていう。これ何でしょう。草。草がホタルツワブキツワブキ。はいはい。と、これは食虫植物、ベトベトします、触ると。そうなの。そう、食虫植物です。入浴バージョンの鉢ということですね。はい。これは大野さんのとこで買った黒松です。ここは砂にして、これも景色出すために龍岩石に豆酢タックつけたやつを並べてます。でここにも人形がいて、なんかスケール感がこれあると出るかなみたいな。叫ぶ人って売ってるやつの、売ってはないか、プレゼントであげてるやつの釉薬バージョン。うん。ヒゴケが時代を出してます。そうですね。ヒゴケが全体的に載ってます。変わり種ということで、はい。こういうのもいいのかなというところでした。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になっている方々のはい。ですね。みんな、私含めみんなこっちの人はゲストみたいな。はい。になってます。はい。こっちが180というか、大きい大きさの席になってます。なので、当時のセットでは一番このぐらいの大きさを持っている方が多いので、いろんなさまざまなバリエーションが出ているかなと思ってます。これ川崎先生の、これ先生。やつですね。先生も書いていただいて、だいぶ形が違いますね。優しい雰囲気になりましたね。どっちかというと。御用松、株たち。全体的にやっぱあれですね。ライティングがいいですね。今回。そうですね。ライト頑張っていただきました。ありがとうございました。この演出というか、ここがいいですね。このスポットが純度にね、スポットをこう照らしているという。質感みたいですね。そう。結構盆栽の展示会の中ではライティングずば抜けてよくないですか。いや、いいと思う。で、このスポットしかないじゃないですか、ここって。だから余計いいかもしれないですね。当初ここでやりたいなっていう理由は、ああいう展示台を使いたいなと思ってたのが一つと、あとは上がちょっと暗めで、ただ逆に下は真っ白っていう、そういうようなモダンな感じができるかなと思ってここを選んだんですけど、本当に予想以上にぴったりになってすごい嬉しいですね。思ったよりいいですよね。ちょっとした即売みたいのもやってますので、当日は、見るだけじゃなくてちょっと探し物をしていただいてもいいんじゃないかなと思ってます。で今回の全体的なコンセプトをお話ししますと、浜野の方から新生姜を出してほしいっていうところがありました。これです。でその新生姜っていうのは、要はとっておきっていうような意味合いで捉えてます。自分の一番のお気に入りでして、それを今回出してほしいっていうのを皆さんにお願いして出してもらってます。なので売店に関しても、素材っていうよりかはちょっと作ったやつを売ってますので、そういうので例えば自分が展示会やるんだったらこういう木がいいなみたいな感じで、選んでいただいてもいいのかなと思います。そういう見方していただけたらなと思ってます。はい、じゃあ明日から頑張りたいと思います。お願いします。お願いします。
三島さん、はい、今プレオープンになりましたね。はい、三島さんの展示を紹介いいですか？私の展示、自分で紹介しちゃっていいですか？紹介してください。いやー、ちょっと照れちゃうんですけどこだわりがあるんですよね。こだわり、そうですね、今回木を主役にする、はい、飾りを、考えましてどうぞこちらです。はい、じゃあ、昼間さんも行きましょう。はい、じゃあ、これね。そうです、これ、盆栽級セカンドでも、取り上げていただいた、心拍の文人木ですね。はい、まあ、ちょっとこだわりとしてはですね、ちょっと癖のある、変わった文人木になったんじゃないかなと思いまして、元のそぎ、元の木ってこういう感じだったんですよ。全然違う。職場近くのね、近所の住人の方からいただきまして、でまあ幹が3つ出てた山間の木をですね、まあ陣にして、で真ん中残して、そうなんです。なんでね、川崎先生にも言っていただいてるんですけど、ここは面白いねっていう、まあ面白い陣だねっていうことを言っていただいて、まあ、結構苦節用な文人木になった大改作。そうですね。まあカンタ大先生のですね、構想によって、この木がまあここを通じてこれになったと。でまあ唯一関われたであろう鉢合わせっていうのは私の個人的な好みで、盆栽大先生のまあ南蛮、まあ特にこの手の跡みたいなの気に入ってまして、まあ、癖のある木に癖のある鉢をガッツンコしたっていう、まあ、それを木を見てもらいたいので、木を主役にした石飾りっていうのを、まあ、今回やりたいということで川崎先生にちょっとご指導いただいて、まあ、この食とそして差し枝の方向に、まあ草を置いたと、まあ、そんな形になっています。素晴らしい。ありがとうございます。一席だけ？もう一席だいぶ欲張っちゃってすみません。これ素晴らしいですよね。これはですね、私当時園入ってちょっとしてからこの元になる、この木を買いまして、で当時園にいらした佐藤さんっていう、カンタさんの兄弟子の方がいらして、もっとですね幹が少しこう起きてたのをですね、まあ、ジャッキでこう潰しまして、で初めてそのジャッキを使った幹曲げっていうのをやった記念碑的な自分の中では佐藤さんが出てますよ。そうなんですよ。佐藤さんが出てます。ここに佐藤さんがやってくれたっていうか、すごい体の動きがね、お前潰しちゃえよっていうことを言われまして、私も佐藤さんに習ったんですから、まあその記念碑的な私の思い出深い、まあ一品っていう感じですかね。まあだいぶ時間も経ったですし、あとまあこの棚も充実しました。なんで少しね最初と比べて、まあ、かなりねこうボリュームも出たかなと思いますね。あとはですね鉢の方をちょっと変えまして、よりそのコンパクトな、そうですね、まあ最初の状態から比べると中央にこう寄せるって感じで、よりコンパクトになったんじゃないかなと思いますので、まあ、個人的にはこれが私のとっておきの木と。とっておきの木。そうですね。で今回石飾りとしては山歩きで出会う風景っていうのを主題にしてみます。じゃあ水石が山の景色を出してるんですね。私静岡出身ですから、富士山とかね、そんなイメージで、ちょっとこう山を登った時に遠くに見える富士山とか出会う風景。鉢なんでしたっけ？この鉢は終わっちゃったんですか？鉢はねこれ割れてないんですよ。やっぱりあれですよね。これ大丈夫です。ショートのやつ？これショートのやつですね。ユージさん。ショートで。ひび入ってなければいいねっていう。これちゃんとひび入ってませんから。ひび入ってません。すごいいいですよ。この鉢。ユージ鉢さんね。はい、気に入ってます。これの石飾りの木と石とか
山とか、うんここら辺の話を明日じっくりしたいんです実は。あ、そうですか。でギャラリートークでこれはね、でも終了後逆2週間ぐらい経ってるんで、逆転しちゃった逆転しちゃったそういう話をしました。はい広場さんの飾りはそれはね何席不平もう非常にね今もカンちゃんのお母さんに言われて、汚れてるよ汚れてる確かに汚れてる。あれでいいのとか言われてちょっとね、ちょっとねこれはですね私の棚を表現したもうそのまんまこんな感じじゃないですかいつも。うん、確かに。もうそのまんま私の棚を表現しました。景色出てますね。そう出てますよね、すごく。で先ほどオブザーバーの先生に見ていただいたんですけど、まず昼間さんらしくないね、あまり良くないねっていうコメントあんまりダメっていうのなかったんですけど、唯一あまり良くないねって言われました。でこれは風が吹いて五葉松の株立ちですね、これも寄せ植えではなくて株立ちなんですけど、で風が吹いてきてふわっとこう落ち葉がいったっていうことで、この前でくしゃみとかしないように飛んでっちゃうんで気をつけないと。まあそうですね、山のこの話もね明日したいんですよ。この飾りもね実はダメだっていう人たちもいるんです、それをなぜかっていう話を、その山だとか岩だとかっていう話を、そうそこら辺の話をねじっくりしたいんですよ、であちらの他の生徒さんのやつも、山あり沢あり、平地ありと平ありというのをミックスしたりしてるのもあるんで、そうだからそこら辺の見方をどういうふうにフォーカスが当てるのかっていう、そこら辺の話をしたいな、しました。そうね。そう時間話をよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、兄弟ですよ、8。有志ですか。これね、餃子。餃子。じゃあこっちの。お父さんだ。パパでしょ。パパ。これね、変わってて、ここにね、後ろに面白い落款があるんですよ。本当だ、餃子って書いてある。うん、で、これがね、柿落款なんですよ。で、本当中野餃子。で、私はこれ実はここに書いてあるのは木じゃなくて鉢が欲しくて買った。そうすると木に申し訳ないんだけど。最初から植わってたんだこれ。最初からじゃあこの鉢入ってたんですか。この鉢入ってたら、だから植え替えて上は売っちゃおうかなっていう木なんですけど、これ佐藤さんにやっぱりいる時代ですよね。即決で。そんな前から。カンちゃん悩んでたんだけど、私がこれって言っちゃったから。川崎先生おすすめの展示。あれいいですね。あとね、小さなの一番、行きましょ左。う。一番左。これ。あ、これ。狭いけど、かなりこう風景が出てるなるほど。ような感じがする。この牢屋垣のこの長さがまたね。これがね。これがなかなかない感じ。あとこれもいいと思うよ。これはね、3つあったの。あ、これ。これね、ガバ。図書があった。これ。本当だ。図書があって3点だったの。飾り決めるときに原さんと相談して。いらない。じゃあでこの金魚ね。あ、金魚の鉢。この鉢が目立つでしょこれ。これをかわいい。こう向けたの。金魚見せるために。そうするとかなりすっきりした展示なんだよね、これね。しかも木もね、アイビーとガバって。アイビーとこれ日本のものじゃないけど。面白いですね。まだこの3つ？あとこれね、3点。総合青木さんが出してる席。これはすごいですね。この軸の飾りっていうのは今までほとんどなかった。掛け軸の盆栽歴1年4ヶ月ですって。何が1年4ヶ月でこの展示ですよ。相当ね、本人言ったんだけど、相当お金使ってね。これだけの飾りするんだったらね、普通じゃちょっと無理だと思う。そうですね。1年4ヶ月で3点。まあこの一つの席だけでもね、相当いいものだと思う。でもほら先生、このライティング僕がやってますから、月のところにピンスポットで当ててるんですよ。であっちもちょっと上の方からピンスポットで当てて。で本人はね、
朝から晩までストーリーをこうやってて、ストーリーじゃなくてね、見る人が感じりゃいいんです、それ。なるほどね。そういう感じが出てるかなと思います。これ朝昼晩なんですか？そうなんだ。説明してわかるよじゃん。朝昼晩。大体わかるかなっていうんですよ。そうですね。でね、こう目線っていうのは、ちょっと3人でね、昨日見てたら、目線の流れっていうのはね、日本人は右から左へ目線が行くんだって。だから、なるほど。回る順序っていうのが逆だ。逆だ。ただここもこうやって見せればね、また違うかなって。日本の目線の流れと、それから西洋の目線の逆みたいな。文字っていうか読み方、書き方、日本だと右から左へ書いてた。西洋だと逆だ。そうですね。それがね、流れっていうのをもうちょっと考えてもいいかな。一つの席の流れっていうのも。なるほど。じゃあ来年は逆ですね。逆に、順路。だから売店をこっちに持ってくればね、ここから入れる。それが今回感じましたね。かなりいい飾りですよ。いい飾りです。本人喜ぶと思います。ただお客さん持ってきてほしかった。確かにね、だいぶ減ってきましたね。展示会ですからね。これはやらなくちゃ。これどうですか、先生。これは金さんの特別な飾りですよね。全体的な雰囲気が出てると思います。山からここで受けて、この里に戻ってくるんですよね。今までのこうずっと見てきた飾りとはちょっと違うと思う。そうですね。違う。これは基本が分かった上でこういう飾りやってるわけですからね。だからこれが分かんないでね、こういう飾りやっちゃうとね、もうめちゃくちゃになっちゃう。なるほど。右左対称になったりね、これ右左対称になってないでしょ。なってないです。そんな感じで同じものをこう持ってきてね、右左で2で割り切れる数字で作ってくる。そうなっちゃうんで、これはね、一応基本の飾りはできてる。そこに新しいものを取り入れてる。この見どころはこれですよね。これがあるからね、盆栽として見られるんですよ。これ古さっていうのが。なるほど。それと日苔が入ってるでしょ、これ。これで相当古さっていうのが出てると思います。なるほど。ちょっと上級者の飾りなんですかね、じゃあ。上級者の飾り。変わった色物になってるかわかんないけど、大体基本的な飾りはできてると思う。いいと思いますよ。普通の飾りの席入れるんじゃなくて、こういう羽で自分の創作盆栽っていう形でね、作っていくのは、こういうコーナーをね、来年作ってもいいかなって。僕みたいな。そうですね。そうだよ。これしかないからね。今。結構みんなチャレンジするって聞いてたんで、僕もだいぶ抑え気味だけど、あんまり崩しちゃダメ。そうだから僕ももっと崩したかったんですよ、本当。だけどやりすぎも目立つかなと思って。これ一つずつ見ていくとやりすぎ目立つ。でもそれがまとまってたらむしろね、すごいですね。何にも知らないでね、パッと見た人はね、いいかな。ただしもう基本的な流れってできてるから。そうですね。飾り方は基本通りですもんね。そう。ただ左右対称は絶対ダメだね。そういうの飾った人いますけどね。知ってます。絶対ダメって言うとやりたくなりますね。片方なくせってやっちゃう。なるほど。なるほどですね。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。終わりました。ガランとした様子を見ましょうよ。いやー、なんもないですね。盆栽がね、固めておいてあります。どうですか、感想は。いや、素晴らしい展示会になったんじゃないかなって思いますね。そして本当にいいホールで、アートギャラリーって感じがして、そうですね。雰囲気も本当に良くて、で、中で盆栽を展示してるってことが外の方から見える、だから本当にいい空間でやれたんじゃないかなと思いますね。評判も良さそうですね。もうありがたいですね。本当に来ていただいた方に本当に感謝ですね。ちょっとまだ終わってないんですけど、ちょっと終わったことにちょっと安堵しております。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。
仕事中仕事をね仕事中って持ち込んで持ち込んでお疲れ様ですお疲れでした。はい、ありがとうございました。感想一言いいですか？一言は空間と照明の美です。はい、ということで非常に高評価をいただきましてありがとうございました。はい、またちょっと、やりますんで、やるんですか？来年ちょっともうね100周年とぶつかっちゃうんでわかんないですけど、そうですね、はい、来ていただいた方ありがとうございました。じゃあお仕事お願いします。はい。おかしいですよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。プレオープン合わせて3日間、まずは、第1回東樹園盆栽教室作品展にお越しいただいた皆さんありがとうございました。はい、様子はこういう形で、ちょっと閑散としてしまいましたが、会場内はですね、相当なんでしょうね、アート的に飾れたんじゃないかなと思っております。で、一番印象的だったのは、やっぱりモダンに仕上げたいっていう思いでここの場所を取ったっていうのがきっかけだったんですけども、それが皆様の生徒さんでもね、いろんな職業の方いらっしゃるので、アドバイスいただきながらすごいいい展示にできたのがやっぱり印象的でしたね。盆栽今日見てる方が基本的にメインのお客様だったんですけども、フラッと来た方もこういう感じで、展示したらいいねとか言っていただくというのがすごく嬉しくてですね、またこういう機会があったら今以上に何かまた面白いことができたらなと思っております。一区切りということで、年内の大きいイベントっていうのは、当然としては終了した形になりますけども、また来年再来年と、来年100周年が控えてますので、より、こういうような、機会を増やしていきたいなと思いますので、その際またお越しいただけたら嬉しいです。100周年イヤーになってくるとですね、いろんなイベントが出てくると思いますので、それもお楽しみいただけたらなと思っております。はい。どうですか？どうでしたか？どうでしたか？良かったんじゃないですか。宣伝ぐらいしかやってないじゃないですか。はい。私としては。だけど思ったより良くてちゃんと宣伝しましたね。こう始まったプレオープンから。すみません。はい。ありがとうございました。はい。ということで、第1回東樹園盆栽教室作品展、無事終了しました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。この動画いいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。Please subscribe and thumbs up. Thank you. バイバイ。はい。ありがとうございました。はい。なんでこんな格好なのかとなる。田口さんのかっこいいかな。かっこいいかなと思って。実は都知園の、いろんな展示物あるんですけど、来てちょっとびっくりしたんですけど、実はこれが毎日グラフって75年盆栽特集。盆栽雑誌ではないんですね。毎日グラフって、いわゆる写真の方の、やつで盆栽が特集になって、これが大宮の盆栽園の特集だったんですが、全部大宮ですよ。これ大宮なんですよ。大宮の、そう。今は亡き縁が。そうですね。あとこれがを背負う人たち。はい。房蔵さん。はい、房蔵さん。房蔵さん、竹山さんのお父さん。お父さん。相当前ですね。房蔵さんですよね。ご主人さん、小室さん。あ、この方ほら久蔵さん、村田さんの。村田さんのね。久蔵さん。先代。でこの辺の話があって、で実はこれを見て、私はこの雑誌を30年前に、見て、たまたま同じこの雑誌がうちの親父が持ってて、でこれを見て当時に通うようになった。これを見て、この文章を見てで盆栽を育てるにはラブが必要だっていう、これがものすごく印象的で、なかなかそういうラブなんて言葉をね、この時代この世代の方が。そうですね。よく仙台ラブって言ってたって、新次さんも言ってたし。そうラブ注入。ラブ注入。ラブだって。盆栽はラブ。ピースはね。どうですか。引いちゃって。盆栽はね、平和の象徴みたいなのよくね言いますけどね。そう、盆栽を育てるには
まずラブですねって、そうラブ、愛が必要だと。愛が必要だ。でもものすごい怖い方だったっていうらしいですね。本当にもう教室ピリピリしてたっていうみたいな、笑い声は絶対聞こえないぐらいの、愛なんて優しい言葉じゃない、大切にする、そばに置く、それが本当のラブですよ。愛よりもラブの方が上なんだ。そういうことなんですね。大切にする、そばに置く、ということですね。いいのはやっぱり大切にしましょうと、そういう意味なんじゃないかと思います。お弟子さんでも、そう先代の言うのこれは多分作品だけじゃなくて、そうお弟子さんいい弟子と作品を残す。なるほど。そうが大切にっていうところだと。いい弟子残しましたもんね。残しましたよね。いやいや、これはだってそう今の会長のね、もう何十年に一人の逸材って言われてるね。それはないですけど、でもまあこうやってね、弟子のそう歴史が脈々と続いている中でこう展示会できたのは嬉しいなと。そうですね。で、私がその東寺園に通うきっかけになった本が実はここにも。これは誰が飲んだんですか？東寺の？東寺園にあったやつ。僕がたまたまヤフオクで買ったんですこれ。あ、そうなんだ。あ、本当。で、いや僕ねこの日暮らしがあったから日暮らしを見たくて買ったら、東寺園ってかうちの兄が出したんじゃないだろうなこれ。そうなの？わかんない。だってうちの実家にあったやつだからそんなにないはずですよこれ。で、そしたら盆栽村ってあったから見たら先代もいてっていう。そうなるほど。という話。こういうものも置いてますと。あ、これ表裏なしってやつね。だからこれ今の逆だから。確かに。そう。あとは心にもねいろいろあって。これはやっぱ東寺園とか盆栽村の歴史を置いてるんですか？東寺園ですここは全部。全部東寺園。これこの間前の動画でやったやつなんか見た人いるかなって思って。そうですね。いろんな御用松あとは名付けた。まあ八つ房に関連して八つ房御用の培養みたいのをまあ先代が盆栽世界で書いてたやつ。昔の盆栽世界ですね。あとは昔のうちの写真があったり、あと盆栽を始める。どこ？あ屋根の上にも盆栽になってるんです。あ。これ土間入ってるとこ。土間ここ。ああ、そこは今その上の屋根にあったんだ。いや全部ここもあったんです。ここ。ああ、すごいね。で教室の上もあって。あ、そっちは知ってる。床も全部ね。これも全部これ八つ房の御用ですよね。これすごいんだ。でこれが盆栽を始める人にっていうんで1974年の4月から先代が連載してたみたいですね。コラボみたいな。すごいね、74年75年とね。でその頃は第1回第2回分があったのでちょっと持ってきました。今期すごい勢いだな。ね。であとは先代がずっと書いてた水墨をやられてたんですね。いいですね。まあ基本的に松しか描かない人だったので松の絵しかないんですけどちょっと飾ってます。はい。で